おはようございます。マイクのテスト中です。お待ちください。10月29日火曜日6時半になりましたので、ライブ配信を始めます。よろしくお願いします。もしかしてガタガタと音がしたかもしれないんですけれども、猫様が爪研ぎをしてました。その音がもしかしたら入ったかもしれません。はい、朝6時半から不定期でライブ配信をしています。今はこちらの付近を差し越しています。その様子をたらたらライブ配信しています。一緒に差し越しながら何か飲み物を飲みながら、また朝の時間ですので、お支度中のながらみなどご活用いただければと思います。はい、昨日からですね、こちらの新しい、模様に入りました。クラッカーが終わりまして、で次こちらの模様に入りまして、で昨日から外枠をやり始めております。よいしょ、ちょっと少々お待ちくださいね。まずね、猫様が来てくださったのでご挨拶から。はい、おはようございます。朝から来てくれました。お膝の上に来てくれましたので、まずね、ご挨拶をさせていただきます。今日もよろしくお願いします。はい、じゃあちょっとお膝の上に行きますね。はい、はい、それでじゃあ続きをね、ライブ配信の方にね戻りますね。こちらのね模様に入りまして、外枠の方昨日から始めています。今日はその続きで、もしかしたらなんかこのペースだと外枠で終わるかもしれません。やっぱりね、こう外枠ね、糸こきをちょっとしっかりしたいなと思いましたので、その都度丁寧に糸こきをしつつ進めています。はい、ここから糸が出ていますので、こっちのねこの向きに進んでいこうと思います。ありがとうございます。ハートで反応くださりありがとうございます。ではね、進めていきますので、皆様もどうぞごゆるりとお過ごしください。猫様はですね、膝の上でね、ここを見てますね。この辺りかな。はい、見てくださっております。おはようございます。よろしくお願いします。
日も言ったんですけどね、糸の、糸こきと糸の引き加減ですね、そこを特に外枠のところをやるときはね、丁寧にやっています。より丁寧にですね。全部糸を引き切らずに少しだけ残してあげて、そこから糸こきしてなじませつつ、それでも引き加減が糸が余るようだったら本当に加減見ながらちょっとずつ引いているっていう感じですね。で、あともう一つは一回糸を抜いて新たに針を入れる時に、これは私の場合ですけれども、こういうとこでねやっぱ曲がりがちになっちゃうので、そこを慎重に。今座布団を直しています。あと猫様に膝掛けを持っていかれてしまいました。ちょっとその膝掛けを今直しています。はい。そうそう、見逃してました。コメント。ハート連打私も最近ないなと思ってなんでかがちょっとわからないです。あれはそうないなってちょっと調べてみますね。なんでですかね。あとは収録動画の方の話をしようかなと思います。そうそうそう、 YouTube のね、なんか仕様の感じでいつも紛らわしいことになったりしますからね。でもね、確かにそれはね気にはなっていたんでね、ちょっとね調べておきますね。で、そうそう、収録動画の方のね話、昨日ですね、昨日の夜に収録動画の方を配信しました。いや、できるかなどうかなって思って、一応目標昨日と思って
進めましてですね、なんとか19時から配信することができました。代わりライモンの模様を新たに刺し子を始めまして、刺し子を始めましてというか、模様を描く練習ですね。昨日の動画ではね、そこまでやりまして、まだまだ模様には進め模様刺し子には進めない感じなんですけど、迷路のような模様なので、あれは刺し子が始まればだいぶあれは好きな、私は好きな感じの模様なんですけど、ただね、晒しに描くまでがちょっとね、なかなか大変だなって。もちろんね、拡大してもうちょっと幅広くすればまた違うんですけど、それもそれで大変だなと思ったし、ただ配置の感じとしてはあれくらいが好みでもあるんですよね。なので、昨日の動画では紙に一通り書いて完成するまでですね、途中で早送りなんかを編集をかけながら一通りやりました。でその収録動画の方でも言ったんですけど、次回は今度工作用紙に書くまでを私の宿題とさせていただいて、同じ模様を工作用紙まで書いて、で動画の内容としてはその工作用紙に書いている模様を晒しに移すまでっていうのを次の動画ではやろうと思っています。なので刺し子に実際入れるのは3回目の動画からになる予定です。まずはね、その1回目の昨日の動画が今配信されていますので、収録動画の方もどうぞよろしくお願いします。
はい、外枠が端っこまで行きましたので、裏で重ねて糸を切っていきます。はい、外枠終わりました。はい。いやもうこれ今日外枠で終わるかなって思ったんですけど、まあ余裕を持って終わることができました。さて次はどうしますかね。まずは縦横から行こうかなと思っているので、少々お待ちくださいね。ちょっと模様とねにらめっこしながらどう横からやろうかな。長いのが横なので、例えばうんうんもう今回は横は横、縦は縦でもう淡々とやっていくスタイルにしてみようかなと思います。ではど真ん中からいこうかなと思います。ど真ん中の横ですね。横をねもうひたすら、今私2往復できるぐらいで糸を切って針に通しました。なので横からやっていきます。
んあ、これもあれだ。幅が広いんだ。ちょっと待ってくださいね。えーっとこれね。そうそう。やっぱりいいんだな。はい。ちょっと確認をしてしまいました。もうこの模様はだいぶあれですね。糸がクロスするっていうよりは接点がたっぷり。だいぶね、糸がクロスするところが、クロスっていうか、だんだん進んでいけば進んでいくほどこの接点のところが多分ね、気になる模様だなと思っています。ここですね。このね、裏から見るとこのね、幅の広い針目が出てくるから、この幅の広いところが、緩すぎないようにって、きつすぎず緩すぎずですね。こういう合間合間に針目の幅が広いところは、そこは気をつけながらやろうと思います。ただこういうふうにこう幅広めのが合間に入ってくる時って、方眼刺しの時、ここにありますけどね、この方眼刺しの時にだいぶ私苦労した経験があるので、その経験をもとにですね、またこれ来たって思ったから、もうそんなに慌てないです。これくらい幅が広い針目が間にあると、こう、いつもの調子でここのね周りを糸こきしたような感じで調子でやっちゃうと、逆になんかつれすぎるっていうか、これくらいの細かさの外枠だったらもう糸こき頑張っても全然いいんですけど、この今刺してるとこの針目であんな感じで頑張っちゃうと、逆になんか緩すぎてしまうとこが出てきたりとかあるんですよね。そういうのは方眼刺しでだいぶ経験して分かったので、その点は気をつけながらやっていこうと思います。
そろそろ7時なんですけれども、途中の、隣に移るところまでやろうかなと思います。はい、では隣に移っていきます。では今日はここまでにしようかなと思います。はい、今日見ていただ今日ね差し越したところ全体的に見ていただきますね。外枠が終わりまして、今回は横のど真ん中から差し越してみました。でも淡々と横は横っていうことで今回はねやっていこうと思います。で、糸まだ残ってますので、次ライブ配信するときはこのままね糸がなくなるまで横を進めつつで、とにかく真ん中からこう広がっていくような感じで差し越していこうかなと思います。なので今はこっちのね向きに差し越していきますけど、この糸がなくなったらまた、今度ね逆側真ん中からこっち側に進んでいこうと思います。それでこういうこういう感じでとにかく向きはねこの向きで今回はやっていこうと思っています。だから今は横で、横が全部終わったら縦もねこの真ん中からこうやっていこうかなって思ってます。でその横が終わって縦が一通り終わったら斜めをやってっていう感じに今回は進めていこうと思います。裏ですね、裏を見ていただきますとこのような感じですので、この裏の、さっきも少し言いましたけど幅のね広いところがところどころあるので、この辺りが
の糸の通りが緩すぎずきつすぎずっていうところですね。そこの加減を気にしながらやっていこうと思います。でこうやってね裏から見た時にあまりにもこう緩すぎるとこがある時はちょっとねこういう感じで手でピッピッピッって整えていこうと思います。それはなぜかっていうと、もちろんこれはね私がこうやってみてそう感じたっていうことなので、このさっきも言ったようにこの外枠を糸こきしたような加減でやっちゃうと私の場合は逆にここがねゆるすぎてしまうっていうのが方眼刺しの時散々やって分かったので、なのであえてここのところは一生懸命糸こきをするっていうよりは裏で針の通り糸の通りを確認しながらちょっとね指で調整していくっていう感じにしていこうと思います。なるべくねこうピシッとねそのままの布の感じでなるように、要するに窮屈にならないようにっていうのを心がけていこうと思います。はい。ではあとは今日ライブ配信したところに丸印をねつけて今日はそこまでにしようと思います。はい。今日が29日なので29に丸あと収録動画昨日配信したからそこにも印つけますか。まず今日29でしょ。で昨日セリアに行ってセリアじゃないやキャンドゥだ。キャンドゥにたまたま行ってこれのね丸シールを調達してきたのでだいぶ潤っております。もう来月からはもう赤だったら赤、黄色だったら黄色でシール貼っていこうかなと思います。なんか項目ごとにね色を分けちゃうと探すの大変なので、もう例えばこの濃いピンクって決めたらもう濃いピンクペロってそこにあるだけで全部ねその月で変えていこうかなって思ってます。でこれね来月からこっちに変えようと思ってます。ちょっとね昨日とか一昨日とかもねチラチラ言ってたんですけど、もうとにかく1枚で1ヶ月を俯瞰したい。でこれでも俯瞰できるんですけど見開きだからもう紙1枚にしたいっていうふうにね思いまして、どうしようかなと思って B5 ですね B5 のこの5ミリ方眼でやろうと思っていて、こういう感じで来月を作っております。でこれ昨日ねこの外側のねこれね無印良品に行きましてですね、これをね調達してきました。もうなので11月になったらもうこれをペロンとすればもうここで1ヶ月がわかる。配置はもうこれ同じですね。ただちょっとね1枚でこうギュッとなってるだけなので、でも結構ねやっぱねスカスカになっちゃうんで、これぐらい広いと広々かけますけど、これでも間に合うなって思ったので、はい、一応11月からは変わる予定になっています。はい、ということで今日のライブ配信は以上となります。今日もライブ配信ご参加くださりありがとうございます。ライブ配信のアーカイブはこのまま公開状態にしておきますので、お時間のいい時に
見ていただけましたら嬉しいです。アーカイブの方ででもご視聴くださりありがとうございます。はい。では今日はここまでにさせていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。